秋田県に観光に来た。いや、天気はアップ。雨やな。高橋優と生ハゲ、きりたんぽくらいしか知らない秋田。きりたんぽ食べたいな。きりたんぽは今が旬じゃないやろ。競りが取れるのは秋冬。マジか、まあ、あるやろ。松島は明るくて鳥海山は暗いって松尾芭蕉にディスられたけど、ぜひ行ってほしい。今日は雨のち晴れだから大丈夫、多分。鳥海山の岩牡蠣たくさん食べてってね。鳥海山は行くかな？わからない。秋田空港地図で見たらなかなかにやべえ場所にあってくさ。まだマシでしょ、レンタカーで角館向かうわ。車借りてるなら問題なさそうやな。まあなんとかなるやろ。秋田と岩手は山だらけで移動ばっかりで退屈だったイメージ。岩手は四国と同じ大きさだからしゃあない。ババヘラアイス食べたい。食べるつもりよ。この時期いるかな、ババヘラ。道の駅とかにはいるかな。レンタカーで今ここ。その辺やったら、国際ダリア園でジェラート食うのがおすすめや。角館に急ぐかな。岩牡蠣にたどり着けなさそう。あさって考えます。今回の旅の相棒。Y の知ってる駐車場と違う。コンパクトカー予約したのに無料グレードアップ、ヤリスクロス、小さい車しか運転したことないから怖い。大きい自動車でええんや、地方は駐車場も広いからな。今のうちに練習します。隅っこは広いし車もないから練習頑張ってな。曇り。バイク多いな、ツーリングは楽しいだろうな。今日は角館行ってから田沢湖、玉川温泉泊まり。見たことないようなものがたくさん売ってて楽しい。いぶりがっこだ、これうまいんだよな。切るのが面倒やろ。でもうまいからセーフ。丸かじりしてそう。さて、出発。ババヘラでも食っとけば。角館ってことは、今日は抜けるルートか。角館はガチ。角館は焼きモンブランと安藤醸造本店があるから強い。あと花うさぎと伊藤のラーメン。角館行くんやったら、田沢まで抜けるバイパスの手前で左折して、雲沢観光ドライブイン寄って、自販機のうどん食うのおすすめや。あと、角館といえば秋田プリン亭もおすすめ。かもね。角館大戦艦で自販機だけのドライブインあったな。ノスタルジックになれる。そこが雲沢観光ドライブインやで。ノスタルジック自販機コーナーありましたね。スルーしてしまいましたが寄ればよかったかな。お昼は末広行くかな。焼き飯食いたい。Y は来週の金曜日あたり、横手6号で水汲み、大曲、角館と行って帰る予定や、角館からの帰りで廃校にも寄ってく。な、来月 Y 西もないで蕎麦食べに行く。角館駅前に着きました。曇りで風情があっていいね。何気に写真撮るのうまい。おめ、綺麗に立て直されたんやっけ？レンタサイクルあるかな？レンタサイクルいいねー。そういえば田沢湖で電動キックボードのレンタルあったな。街の規模的に自転車がちょうど良さそうですし。確かに、道幅狭いから、チャリンコがいいね。穴場スポットといえば、バイパス手間のお菓子屋にある、かりんとうの自販機もあるの忘れてたわ。自転車借りれました。やったぜ。ゆうはどうして秋田へ？チャルがバーゲンやってたから、前から行きたかったからです。角館なら秋田プリン亭とかおぬぬめ、あと、鳴門餅も外せんな。ありがとう。近くにある安藤醸造北浦本館もおすすめやでー。味噌ソフトクリームとか、イワナのしょっつる使ったつゆとか、味噌ちまきとかあるやで。いいですね。くらいいっぱいある、面白いな。きりたんぽ食うなら、田沢湖の方にある、たつこ茶屋の味噌たんぽか、角館の桜の里の、比内地鶏親子丼、稲庭うどんもおすすめや。桜の里、行こうかな。ババヘラアイス食う？食べるよ。秋田県央は曇ってるんやな。津軽はバリ晴れてるわ。水分補給には、三郷町6号の名水使った、煮てこサイダーをどうぞ。今来た、内陸の方なんやな。安藤さんとこに来た。いろいろ試飲できるから楽しいんだよな。お気に入りのものがあればぜひどうぞ。わいわい罠のしょっつるつゆが一押しやな。だし美味しい。濃いめでそばに合うだろな。ポートタワーセリオンに行かなくていいのか？スレメイで名前だけ覚えてしまった。明日行くかも。末広ラーメン本舗行け。角館といえば温泉近くに古めかしい金物屋あるのと、古いタバコの自販機があるんやっけな。古い自販機はセブンの脇の通りあたりやで。探してみます。新庁舎作った人は角館出身だったのか、記念館に坂口安吾、太宰、芥川の生原稿があって少し興奮。そんなに人多くないのに桜の里だけ行列。いっつも混んでるよね。お腹すいた、どうしようかな。佐藤陽介行くか。佐藤陽介の稲庭うどんはガチ中のガチや、土産で買った麺すら半端なくうまい。
あまりにうまくて、帰郷後に銀座の店舗も行ったけど、秋田とは雲泥の差だった。写真撮り忘れたけどうまかった。さすが稲庭うどんだと思いましたよ。湯沢の本店で食ったわい。高みの見物。なぁ。本店やと2味せいろだけやなくて、タイカレー味とか変わり種あるからおもろいで、あと本場だけあって、それなりに店舗があるんを。岩垣はどうなったんやろ。明日か明後日です。ブラブラしすぎた、親子丼食べます。当然比内地鶏ですよね。もちろん。大変美味しゅうございました。お高いんでしょ？ 1700。な、絶対美味しいやつ、おしんこいぶりがっこやろか。いぶりがっこポリポリ、めっちゃ美味しかった。角館楽しかった。3分の1も見れなかったけど、なかなか満足。暑くなってきたからパフェ食べようっと。桃パフェ。うまそう、桃丸ごと乗ってるやん。ずるいぞ。果物屋さんがやってるパフェ屋さん、美味しかった。なんとか渓谷は諦めて田沢湖に向かいます。高所恐怖症だし、玉川温泉に早めにチェックインしたいので。次は冬に来たいな、角館。世話になったな、相棒。お疲れ様、玉川温泉は独特の雰囲気だよね。はい、昔日帰り湯入ったんですが、その時に泊まりたいなぁと、その時の夢が今日叶います。おー、すごい、堪能してくれ、ワイも行きたいな。行きたかったけど、道めちゃくちゃ狭い、怖いから諦めた。綺麗だなぁ、さすが田沢湖。そういえば、ワイも玉川温泉も乳頭温泉郷も行ったことないな。同じ秋田県民やのに。あらまあ秋田県にはいい温泉がたくさんあるから、わざわざって感じなんですかね。言われてみればそこそこ温泉あるし、確かにな。森竹温泉やったら何回か入ったことがあってな。あそこ、源泉が50度ある上に、強塩泉ですっげーしょっぺー湯なんよ。いいなぁ、羨ましいわ。綺麗な水だろ。なんじゃこりゃあ、透き通っている。スーパーでお酒とおつまみ調達しました。玉川温泉へゴー。今頃一致は温泉堪能してるんやろな。賛成やから長く疲れないけど。知りたい。粘膜痛い言うやな。100% の湯にずっと浸かりまくって、全身ヒリヒリして痛い目見たわ。秋田の温泉でまだ行けてないのは、小安峡温泉と、泥湯と、河原毛地獄と、秋宮やな。青森からやとなかなか県南にたどり着けんわ。泥湯、河原毛は昔立ち寄りましたね。めちゃめちゃ山奥、川の水がぬるいお湯で滝壺が湯船代わりでしたね、河原毛は。宿の部屋原でー。部屋の写真、17時40分頃チェックインできました。結構時間をしてたので、田沢湖満喫できず残念。まあまた来たらいいや。バイキング晩ご飯。当時宿だから素朴質素だけど、美味しかったです。暴力追放？部屋の窓から。Y は安い部屋、自炊部である。そんなのもあるんか。テレビ内、トイレ洗面台は共用だ。お外散歩。グツグツ。いいね。2回目入浴も尻が痛い。源泉 50% でこれだから 100% なんて怖くて入れないぞ。風呂上がりにお外散歩、高台にある第2駐車場まで上がると星が綺麗でしたよ。天の川まで見られました。宿に戻ると玄関の鍵が閉まってて、警備員さんに助けてもらったのは秘密だ。不審者が出るらしく、最近9時で鍵閉めちゃうそうな、危うく閉め出されるとこだった。湯気出まくり、綺麗な硫黄も見られました。やはりここは癌に効くとのことで、癌当時の方が多いです。前立腺癌から転移で肺癌、1ヶ月当時中の人、70歳なのに肌ツヤツヤ、と色々話しました。奥さんを当時させて、日曜だけ一緒に泊まる、という旦那さんもいましたね。愛ですなぁ。ええやん。お夜食など。明日どうしようかな。宿は秋田市内の美地保なんだ。北上してから西に進んで、小賀観光できたらなぁ、という感じですが、気に入った場所だと時間費やしてしまうから怪しいなぁ。締めに地ビール飲もうとしたら栓抜きがない。おやすみなさい。なんかライターで抜く方法があったような。おはやで、今日は数野から大館通って秋田市な感じかね。能代通らないで285号線南下して片上行くのが最短距離なんやが、二つ井の道の駅も大きくて魅力的やから秋田道通るのもおすすめ。小が行く時間あるかね。一周するのにも1日かかりそうなイメージや。おはようございます。二度寝してからさっき起きて屋内岩盤浴中です。今日はおしゃれな鉱山に行きたいですので、今日中に小川無理っぽいですな。まあのんびり行きます。岩盤浴ええな。下にあちあちの源泉が流れてます。じんわり暖かい。足湯。おはようやで、秋田晴れててええな。おはようございます。めちゃめちゃいい天気でよかったです。横手に行くんやで。横手、逆方向やんけ。
今回の旅行では厳しそうです。鎌倉見たかったんだけど。漫画美術館ってその辺やないっけ？前に矢口隆夫の特別展に行ったことあるわ。あるっぽいですね。どうしよう。岩盤浴気持ちいい。朝ごはん食べてから最後にもう一回入ってチェックアウト。今日御所掛温泉行こうと思ってたけど、やめときます。宿の朝ごはん腹でー。秋田民は朝からキャビア、陸のを食べる。手作り豆腐、丼、陸のキャビア、米、うまし。リンゴジュースと牛乳と岩泉ヨーグルト。ヨーグルトがもっちりしてうまい。岩泉ヨーグルトってそこだけ岩手なのね。ヨーグルト美味しかった。要チェックや。好き。もっちりしたヨーグルトは初めてでした。うまい。手作り豆腐が一番感心しました。美味しそう。人が入っても大丈夫なペーハーなのか？山あいのコンビニで一休み。堪能しててええな。堪能してますよ。空気、飯、酒うまい、新緑、空、山が綺麗。秋田は灰皿、まだ置いてるんやな。だねー、関西も消えつつあります。おさり沢鉱山行こう思ってもなかなか行けず。画像待ってるやで。今、鉱山から出てきました。小1時間中を歩きましたが、見応えありましたね。岩手県も広かったが、秋田県も広いな。なかなか進めずもどかしい。もどかしいけど焦って回るのもやだし、のんびり回ります。わかる、あと心なしかカーブ多い。大館市でランチします。大館なら、秋田市内や大館本店で親子丼きりたんぽかねえ。花膳の鶏飯もうまいしな。エスパーかな？秋田市内屋にいます。お目が高いですな。焼き鳥もうまいからええんよな。高いけど。ちょっと値が張りますね。焼き鳥食べたら飲みたくなるからダメです。きりたんぽは晩ご飯で食べたいな。時間が食べて日帰り湯入ったら秋田市に直接向かうか。小川明日。秋田空港18時50分の便だから多分大丈夫。回れる、はず。なら、小川行けそうやね。入道崎の道すがら、新山神社夜プランでええんでないか？それで行くわ。今日小川行けたら明日横手とか湯沢行きたかったんだが、まあ仕方ない。また来たらいいんだから。温泉期待待機、大館にも英雄いっぱいあるし、秋田市に抜ける道中にもあるやろからな。玉川温泉は 30% ぐらいに薄めたやつやないと肛門無理やった。古沢温泉というところです。こういうのでいいんだよ、温泉です。秋田犬おるところか、大館特有の防潮線やね。いい湯でした。ほっとする湯もいいな。犬見てないね、そういや。いたりいなかったりみたいやね。裏にいました。暑さでぐだってます。かわいい。キャワは、情けない顔が可愛らしい。秋田犬川よ。実は大館駅前と少し離れた秋田犬会館にハチ公像があるで、中堅ハチ公の出身地なんやね。最近やと大館駅前に秋田犬の里なる施設ができて秋田犬展示したりしてるやで。マジか、もう離れてしまったよ。今ここ。白神山地ええな。体力と所持金にまだ余裕あるなら明日か明後日に寄ればよかろう。明日は小賀半島回ってから帰ります。そうなんか、生ハゲのとこ行くなら、八郎潟もええぞ。見渡す限りの水田だけど、大型富士とか、菜の花桜ロードとか、ええところいっぱいあるで、菜の花ロードはもうとっくに季節過ぎてるから、何の変哲もない直線道路になってるかもな。明日はぜひ生ハゲ館行きたいわ。角館行って、武家屋敷見てこい。夏は大曲に行って、花火見て温泉入れ。昨日角館行ったよ。よかった。佐竹市の居城行った？行ってない。急募、秋田市内の居酒屋、決めてないな、そういや。秋田駅前に観光居酒屋何個かあるよな。飲んだ締めは末広ラーメンやな。ラーメンはパス、居酒屋どうしよ。海鮮か郷土料理。市内の居酒屋か。川端の安さんかな。焼き鳥やったら。エリア中市の焼き鳥屋もおすすめや。名前が本家屋部屋ってとこで、比内地鶏の焼き鳥が食えるで。一致はきりたんぽ所網らしいから、出してるところやないといけんわね。似たような料理のだまこ餅やったら、小賀から大型村経由で5丁目に行けばあるんやけどな。よし、適当に探します。秋田駅周辺というか、夜の繁華街ほとんど行かへんからわからん、すまんな。ええんやで、ありがとう。適当にブラブラしてみます。宿に着いた。広。無駄に広い、ツインかダブルを無理やりシングルにした感。確かに、アナクラウンプラザホテル？アルファインだったかな？なかなか良さげなところですね。今度行った時に宿泊してみます。今居酒屋。根曲がりだけやん。めっちゃ甘くて美味しかった。時期厳しいから無理やろな、思ってたけど、食べられて嬉しかった。美味しかった。おー、うまそう。焼き鳥ええな。うまかった。生一、高清水2号飲んだ。2軒目行くぞ
店の親父と秋田の文化、京都の文化語り合っておもろい。飲みすぎた、気持ち悪い。大丈夫か、水飲んで休むんやで。飲みすぎた、明日は何時に起きれるかな。2軒目のマスターが面白い人で、ついつい語り合ってしまって飲みすぎた。秋田も昔は馬糞ウニ取れたとか。バッケ味噌は日持ちせんからお土産には無関とか。最近うまい蔵はどこやでは富士とか、なかなか楽しい酒だった。ほんまはもう1軒ぐらいバー寄るつもりだったんだがやめた。明日はワイが起こしてやるで。7時起きて7時30分に出発。小が回ります。おやすみ。おやすみ、お疲れ様や。生ハゲに気をつけて。おはようございます。少し寝坊しました。さて出発。おはようございます。今日が最終日か。楽しんでください。最終日、楽しんでます。風力発電すげー。でかい生ハゲ、なかなかの迫力。一致、秋田にようこそ。明日はアジサイ寺見に行ってな。よし、行くぞ。Windows っぽい景色。綺麗、ほんまに Windows や。今日最終日か、楽しんでな。最終日なのが惜しいですわ。晴れでよかったです。綺麗な景色いっぱいで楽しい。XP ですね。すごいねー。これが八郎型か。これもすごい。綺麗な景色貼ってくれて楽しんどるからわいも惜しいわね。八郎型初めて見た思い出になるな。道中お気をつけて。新山神社から伝承館、生ハゲ館回りました。楽しかった。生ハゲ伝承館で見れたショートコントがとても面白かったな。子供は勉強しねえ、嫁は家を顧みねえ、とか、そんなやつだっけか。そうそう、面白かったわ。聴衆の中に若い女性おって、生ハゲが、おめえ〇〇、劇中の嫁の名前、に似てるな、とか言って大受けしてたわ。アドリブも面白いよね。生ハゲ大集合。アジサイ寺に向かってます。アジサイ寺すごかった。思ってたよりアジサイまみれ。ランチ中。入道崎に名物のおっちゃんおるらしいね。知らないなぁ、どんな人だろか。タコ親父だっけか何がしか、この前行った時に、その人の店で飯食った記憶。タコ親父。入道崎です。ここでのんびりお昼寝できたらなぁ。こう見てます。まだ時間あるから、少しぐらいお昼寝しても大丈夫でしょ。こちらもところやね。気持ちよさそう、裏山。モール湯に入ってみた。話には聞いてたが、茶色いお湯、イソジンみたい、お肌ぬるぬるでいい感じでした。ちなみにモール線なら、青森津軽の浪岡地区と南部東北町エリアに豊富に湧いとるやで、機会があればぜひ入島してみてくれや。行きたいなぁ。で、高速使って急いで空港へ。最寄りのガソリンスタンドで満タンにして、車返して空港に着いたのが18時10分、18時50分のフライトなので割とギリギリ。お疲れ様、また秋田見せてくれ。また来たいわ。気をつけて帰ってくれ。実はワイも、尾がきちんと回れてないから、今度は里津で一周する予定。一致に一足抜かれたわね。やん。機内 Wi-Fi で書き込み中。うほー、綺麗ですね。マジで日本海側の夕日は綺麗。一度は見た方がええ。綺麗だよね。見たことある形の島。また明日あたりに備忘録として写真貼りますので、よろしければ見に来てくださいな。やったー。楽しそうでよかったな。よかったですよ。天気にも恵まれてほんとよかった。アジサイ寺、このスレで教えてもらいましたが、行ってよかった。綺麗。何が一番うまかった？きりたんぽと比内地鶏の親子丼と稲庭うどんと手作り豆腐とババヘラと純菜と刺身。比内地鶏な。なんか色々うまかったようで何よりや。とりあえず何でも美味しかったです。温泉も良かったし、景色も良かったし、ご飯も美味しかったし、運転マナーも比較的良い感じがしました。道も広いし運転しやすかった。ワイも旅行行きたい。痛みについた。飲みに行こうかな。何食べよ。久々に食べたくなったので購入。うまい。出たわね。うまいよ。関西に来たら食べるべきもの。食べたら眠くなってきた。ほなまた明日。おやすみ、長旅おつやで。おそよう。今日は予備日で休み取って正解でした。このスレの1です。旅のきっかけは JAL のバーゲンでした。片道6600円だったかな。それが取れたので秋田行ってみようと。18日日曜日、朝5時起きで最寄りの駅に、伊丹7時45分、秋田9時5分の便です。朝一飛行機だと、どうしてもこんな時間に出発せねばなりませんでした。着いてすぐ、レンタカー営業所に向かい、手続きをする。
コンパクトカーで予約したから、デミオかな、フィットかな、ノートかな、ビッツかなと思いきや。レンタカー屋さん、お車はグレードアップでヤリスクロスにしておきました。差額はいただきません。満面の笑み。ありがとうございます。ふざけんな。コンパクトカーでも慣れない道狭い道怖いのに、車庫入れとか苦手なんだよ。ビビりながら出発。でもパワーあるし、視線もちょい高いし、足元楽々だし、やんこの車、20分ぐらいですぐ慣れた。運転慣れた頃に、道の駅今日はで休憩。遠くの道の駅やスーパー行くと、見慣れないものがたくさん売ってて面白い。ホルモン煮込みも屋台で売ってて、めちゃくちゃうまそうだったけど、お昼豪華にしたかったから、涙を飲んで我慢しました。角館駅の近くに無料駐車場があったので、止めて駅まで歩く。駅前でレンタサイクル1時間300円で借りました。おっちゃん、何時間借りますか？まあブラブラ観光とお昼ご飯合わせて2、3時間ですかね。おっちゃん、じゃあとりあえず2時間ということにしときましょう。2時間だけ前金お願いします。わかりました。600円と免許証出す。おっちゃん、身分証明書とかいいですよ。信用貸しです。素晴らしい。広いようで狭く、狭いようで広い、角館の観光地域。なんかよくわからんけど、適当にブラブラするわ。めちゃくちゃのんびり横切ってたからぶつかりそうになった猫。もう、危ないだろ、と写真撮ったら、店の前を掃除してたおばちゃんに話しかけられた。おばちゃん、観光ですか？どちらから？京都からです。角館は良いとこらしいので来ました。おばちゃん、まあ遠いとこからようこそ。楽しんでいってください。適当にブラブラしてたら、安藤醸造発見。すれで言ってた人がいたな。味噌醤油か。いいね。見学させてもらう。屋敷の中探索、ゴージャスだな。昔から味噌、醤油、酒作ってたとこは大金持ちなんだぞ。ってじっちゃんが教えてくれたのを思い出した。螺鈿細工っていいよね。欲しいけど使わないし高いから買えないけど。窓際になんかぶら下げてた。なんじゃこやと思ったけど、これ中はお餅だね。干してから焼いておかきにするのかな？干し餅やな。こっちの地方では冬に乾干しして保存性良くして食うんや。素朴やけどうまいで。餅干したらどんな味なんだろか。保存食だわね。干し餅はカレーのとろみ出しに入れると意外とええぞ。へえ、面白そう。ゴージャスな今。出汁のシーンがあったから飲んだけど、私好みの出汁、醤油も濃いめの出汁でグッときた。関西は比較的薄いんだよ。個人的にはそのままでは飲めないぐらいの濃い出汁で、そうめん、そばをたぐりたい。飲んでみた、軟水だな、すっきり。新庁舎記念文学館なるものがあった。角館町出身である佐藤義陽と彼が創設した新庁舎の業績にちなんで建てられたそうな。御ジェイ民が大好きな新庁舎絡みだといかざるを得ない。角館っぽい風景、道が広々として気持ちいい。角館っぽい風景、そこそこ広いので人力車で案内聞きながら回るのもいいですね。外側から眺めてるだけってのもなんかもったいないので展示施設の青柳家に入ってみることにした。入館料500円である。グロ注意。武器、武具も展示されていました。かっこいい。唐突に現れた解体新書。スケッチ担当の小田野直武は杉田玄白前の良宅に指示しており、この青柳家とも縁戚なんだって。母屋で休憩。カゴちっちゃ、半畳ぐらいしかないぞ。アンティークコレクションもあった。すまねえ、現代語以外はさっぱりなんだ。でも表題は知ってるのがちらほら。とにかくものすごく広くて見応えがありましたね。似たような屋敷でももちろん公開していないところもあります。勝手に観光客が入ってくるんだろうな。表札に非公開と貼ってある家もちらほら。お腹が空いたのでお昼にします。さっきまで大行列だったけど13時過ぎたらもう大丈夫だろ、と。実況スレミンに教わった桜の里へ。待たずに入店できました。親子丼で1700円。ないわー、親子丼屋でないわー、と思ったけどとりあえず注文しました。うますぎる、半熟加減、鶏の硬さと旨味、つゆだくなのにふやけず粒が立っている米、これは確かに極上でした。いぶりがっこも歯ごたえ香りよく美味しいですな。いいなぁ、ワイもジャルで行くかな。このスレ見て秋田好きになってくれるといいな。とこやったぞ、温泉とご飯と空気と水と景色がとても良かったです。食後もあたりをブラブラ、川があるので河川敷ブラブラ、土手に植えてあるの全部桜やん、桜の季節は相当盛り上がるんだろうな。川の桜並木、管理が大変だ、小屋。
レンタル自転車を返しに行く途中、面白そうな八百屋果物やケンパーラーがあったので、パフェを食べる。イチゴとかミックスとかマンゴーとか色々あったけど、店の人に今の時期のおすすめはと聞くと、今は桃だね、桃がおすすめ、というので注文。正直てっぺんに刺してある造花はいらないと思いました。桃が丸ごと1個、生クリーム、ロールケーキ、アイス、フレークが入ってて、とても美味しかったです。駅前のポリボックスもおしゃれ。で、自転車を返す。わい、遅くなりました。おっちゃん、いろいろ回ったみたいですね。わい、いろいろ面白くてぐるぐる回りましたよ。2時間程度のつもりが4時間超えですな。延滞料金600円払う。おっちゃん、それは楽しんでいただけたようで何より、ぜひまた来てください。わい、また来ますよ。ありがとうございました。結構時間が押していた。角館でのんびりしすぎた。角館出発したのが14時40分。玉川温泉チェックイン17時で予約していたのでちょっと焦る。田沢湖に着いた立子像前、駐車場渋滞してる。よし諦めよう。急行車見てみたい。時間がない。よし諦めよう。綺麗な湖だからもっとのんびり散策したかったんだけど、まあ仕方ない。玉川温泉は山奥だからスーパーなんてないだろう。田沢湖周辺のスーパーで買い出し。いろいろ面白いもの売ってるな。サザエ安い。マグロも安いな。麹かなんかでつけてあるのかな ?358 漬け読み方すらわからん。玉川温泉到着16時40分頃、お金のないわいは自炊部の部屋、お金に余裕のある人は本館の方に泊まってください。画像は旅行サイトから転載。源泉 50% の浴槽、尻が痛い。源泉 100% の浴槽、尻がとても痛い。少しでも肌荒れがあるところだとヒリヒリする。ぬる湯、ぬるいけど 50% なので長湯すると危険。打たせ湯、50% なので目に入ると超痛い。寝湯、50% なのでイカ役、箱虫、木でできた首だけ出すアイアンメイデンみたいな箱、首から下だけ蒸す、木の香りがしていい感じ。蒸気湯、サウナ、弱酸性湯、長湯 OK。ここの温泉はすごい、としか言いようがない。一っ風呂浴びてから夕食まで時間があったので周囲散策。屋外岩盤浴場、朝6時から早い者勝ちらしい。テルマエロ前の原作で見たようなやつだな。むしろ床に敷いてタオルか毛布かぶって寝るそうな。やってみたかったけど朝から並ぶのはちょっとやだし諦めた。放射線ビリビリ。岩盤浴終わって帰るおっちゃん。ボコボコ湧き出る熱塩酸、ドクターストーンなら発明につなげるんだろうな。通路の岩も暑いから、こっそり岩盤浴やってる人もいた。むしろ敷いて寝袋で寝てましたね。マナー的にあんまり良くはないんだけど、楽しそう。あんまり地面が暖かくないところで、ポツンと岩盤浴やってる人がいました。わい、あれここはそんなに暑くないですけど岩盤浴ですか？おっちゃん、この辺が一番放射線強いんだよ。にやり、わい、すげー。なるほど胃がんで胃を切ってから再発怖いから、たまにここに岩盤浴に来るとおっしゃってました。高温の水蒸気がブシュブシュ出てるので、近寄らないように。晩ご飯、バイキング方式、素朴だけど全部美味しかった。食後に温泉入って、お酒飲んで温泉入って、寝て、深夜4時に起きて入って、二度寝しました。高いところにある第2駐車場から見た玉川温泉及びその周辺。朝食後、もう一回入ってから着替えてチェックアウト。いい宿でした。左にわしが借りたヤリスクロスがあるじゃろ。右にバス停があるじゃろ。ずっとバスが止まってて、バスが出ていくまで10分ほど車が出せなかったのじゃ。気を取り直して出発。道幅広く空いてる田舎道はドライブにはいいもんだな。目的地、おされな鉱山跡地、元井おさり沢鉱山に到着。708年に銅山が発見されたとの伝説が残されており、1978年閉山、主に銅を産出、金もそこそこ取れたそうです。がっつり見学コースで40分歩きます。中は13度なので薄着の人はなんか羽織っていきましょう。私はジャージを着ていきました。いざ。なるほど、鉱脈って言葉は知ってたけど、意味までは考えたことなかったな。マントルがブリブリ染み入ってきて冷えたのが鉱脈なんだな。文字通り、脈、だね。脈に沿って、ゴリゴリ上へ掘っていった後。休憩所及び事務所の風景、マネキン、ずっと休憩中の喧騒音声が流されてて、逆に怖かった。ゴールデンカムイの江戸川くんを思い出さされた。いい男。
アンホ。硝酸アンモニウムと軽油だっけ？肥料爆弾と同じ成分。ハイテクバッテリー電車、当時の鉛バッテリーじゃへっぽこだったろうな。トロリー方式との併用じゃまいか？現場猫案件は時代が変わっても変わらない。そこも見えないし、上も見えないぐらい深い。崩落防止の支えだね。映画、大脱走で見ました。最後はエスカレーターで地上へ。江戸時代の飲みで掘った跡があるとか、キリシタン弾圧から逃げてきた人がこっそり十字架掘ってたりとか。鉱山の歴史ってすごいね。さて次は。関係者の車含めて駐車場はこんだけ、坑道内で人と会うこともなかった。1時間貸し切り状態、見どころあり見る価値はあったのに、これはちょっと寂しい。おさり沢鉱山を後にし、まあ今日は尾が諦めたし、のんびり秋田市の宿に着けばええわ、と大館市に到着。こういう昭和40から50年代の建物商店街好き。秋田ひなえ屋、親子丼また食べたくなった、それぐらいうまかった、ので入店。桜の里もうまかったが、ここのも甲乙つけがたいくらい美味しかった。稲庭うどんもプリンも絶品。カウンター隣の人が親子丼セット食べ終わった後に、比内地鶏の焼き鳥数本追加注文してたけど、美味しそうだったな。やん、なんぼなん？ 1550だったかな。めちゃくちゃ美味しかったので高いとは思わなかったです。絶品である。ああ、美味しかった。じゃあ一っ風呂浴びて秋田市に向かうか。近くに日帰り温泉は。と、Google マップ先生に教えてもらう。味のある温泉旅館だな。ペーハー 8.8 だからマイルドだね。多摩川に比べたら 95% 以上の温泉はマイルドだろ、と一人落ちる。おお、すごい。浴槽は古き良き、これでいいんだよ、的な温泉銭湯でした。秋田犬、春。2017年3月10日生まれ、女の子。秋田犬、花。2018年5月14日生まれ、女の子。だそうだ、どっちがどっちの子かはわからん。お二方とも安入な感じでした。ここの旅館で飼ってる2匹の秋田犬です。名物だそうです。この子らに会いに来るお客さんも多いとか、看板娘ですな。ここの旅館のそばにでっかいダンゴムシみたいなのがいた。なんかリハーサルやってました。ちなみにこの大館樹海ドームは骨組み全部秋田杉でできてる結構珍しい木造建築なんやで、10月になると本場きりたんぽ祭りが開催される。あらま、そういう名前なんや。コンサート催し会場かな？きりたんぽ祭りは楽しそう。いろんなきりたんぽ食べられるなんて素敵やん。で、高速すっ飛ばして秋田市に着いてホテルにチェックイン。今思えば時間的に少し余裕があったから、秋田港のセリオン寄っておけばよかったな。まあええわ。また今度秋田行った時に行けばええわ。客引き？鳥間適当に入ってみた。純菜がめっちゃ美味しかった。シーズンやったんやね。純菜も今時期取れるんやったな。三種町の特産や。純菜美味しかった。居酒屋のマスターに聞いたら、機械採取できない手摘みだから、どうしても値段は高くなる。でも秋田に来て、今が旬、食べない理由があるだろうか、と力説されました。2点目の写真ないな。あれ？まあいいや、天使と秋田の話京都の話で盛り上がって、ああだこうだ話し合ったのだけは覚えてる。2代目福次郎の高級納豆をおすすめしてくれた。ご飯にかける納豆じゃなくて、酒のつまみとしていく納豆だと。値段したけど、大粒でうまかったな。おかわりしました。わいも今角館や。というわけで、一致が寄らんかったドライブインの中や。おお、これが例の。これや、これ見たかった。ついでに道中にある和菓子の自販機とうどん自販機やらやで。楽しそう、サンクス。中線のイオンの駐車場にて、山の雲のかかり方がやべえ。天気いまいちやねー。ついでに6号で水汲みしたんで、湧き水の写真後で貼るわほ。というわけで、お台所清水と6号のジェラートやティグや。横手の北の湧き水のとこやろ？行きたい候補やったんや。地理的に北なんかわからんけど、横手と大曲の間にある場所やな。三郷町来たなら、三郷のまんま買っていってくれや。牛肉たくさん入ってうまいんよな。道の駅でも食えるから、機会あればどうぞ。牛肉入り混ぜご飯か、うまそうやね。みんないろいろ詳しいんやな。一致でーす、再開。秋田市の居酒屋で酔っ払って、記憶のないままホテルに帰り、目覚めたのは7時過ぎ、久々に長時間眠れました。普段4、5時間睡眠。7時半頃ホテルを出て、海岸線ひた走り、風力発電すげー、パーキングで写真撮りました。
一機それぞれ結構でかい、それなりの発電できそうだなと思うと、共にこれを回せる風が定常的に吹く厳しさも理解。やっぱ日本海側は風強いんか。北へ走り、男鹿半島入り口の観光案内所、国道沿いに生ハゲがいました。生ハゲレッド、生ハゲブルー、僕らの平和を守るため、戦え、頑張れ。男鹿半島で展望が広がる山、寒風山に向かう途中の景色。Windows XP とサウンドオブミュージックを連想させられました。タンポポっぽいけど、普通のタンポポじゃないよね。君？日本タンポポかも。ああ、やっぱり火山だったんだね。加工。八郎型干拓地って小学生の頃習った記憶はあるけど、まさか生で見る日が来るとはな。めちゃくちゃ広い、すぐ下でシルバーさんが草刈りしてました。これから観光シーズンを迎えるからね。石油備蓄？一箇所工業施設があった。寒風山を下り、スレで進められた新山神社に行く。地の輪くぐりして2礼に拍手1礼。今回の旅、今まで無事に美味しく楽しくできていること、天気にも恵まれていることに感謝いたします。なんか上にもあるみたいだし、ちょっと登ってみた。御社殿、古くはその名の通り5つのお社があったのだが、江戸時代後期に消失。残った一社に合祀された、鳥の鳴き声しか聞こえない静かなまったり空間であった。下山後、本殿にもう一度お参り。さて、生ハゲ館だ。ずーっと一回行ってみたいと思ってたところだから、ワクワクドキドキしましたね。御社殿から見た参道、登山じゃん。生ハゲ館でチケットを買う、伝承館らしきものもあるとか、なんかよくわからんけど、とりあえず両方行ける、共通チケットを購入。チケット窓口の人、あと5分で伝承館で講座が始まるから、見るなら急いでください。わかりました。講座ってなんやねん。とりあえず小走りで伝承館に向かう。生ハゲが来る前に、その家に来て良いかどうか確認する水先案内人が、家に来て挨拶する。その年赤ん坊が生まれた家や、不幸があった家には原則入らないそうだ。家の雨戸とか叩きまくった後、障子スパーンと開けて登場。とりあえず時短だ踏んでから、工場上げて入室。すげえ。家主さん、今年も来てくれてありがとう。生ハゲさん、農作物どうなの？とか色々聞く。さらに君んとこの娘と嫁どないなってんの？とチクチク攻撃。嫁は寝坊ばっかりで飯作らん。娘はスマホ、ゲームばっかりで勉強せえへんらしいやん。どないなってんの？いや、そんなことはございません。嫁も頑張ってますし、娘も真面目に勉強頑張ってます。さ、どうぞ、酒進めまくる。生ハゲさん、隣で飲んだやつより良い酒じゃ。いろいろチクチク言われても、取りま接待酒でごまかす。3人交代で回るそうな、飲み潰されるから。で、締めは来年も来るからいい年になるようにな、という感じで終わり。その後我々監修にもいろいろいじり始まる。ああ面白かった。家主と案内人とのやりとりも、生ハゲさんとのやりとりもめちゃくちゃ面白かったし、我々監修いじりも面白かった。大満足。その後、生ハゲ館へ。地域ごとに決まったお面が代々とかいうわけでもなく、割と自由に作ってるそうな、材質も木彫りのいいやつから、図画工作レベルの発泡スチロール、パンストまで、今でも続いてる風習だからこそ、伝統にとらわれない自由さに感銘受けました。生ハゲ館は大満足。ほな次はスレで教えてもらったアジサイ寺ってとこに行ってみるか。なんかお堂がある。息子を幼くして亡くしてしまった友人を思い出した。せめて残された人の魂に安息が来たことを願う。スレで教わったアジサイ寺なるところに行ってみることにした。車を駐車場に止めて歩いて向かう。途中ババヘラさんがいたので買う。やん。すごい、来てよかった。スレ立ててよかった。めちゃくちゃ綺麗やな。ありがとうございます。アジサイはそんなに好きな花じゃなかったけど、綺麗でした。存在自体知らなかった。スレに来てくれた人がボソッと教えてくれなかったら、絶対行かなかったと思う。旅実況スレ立てて、本当に良かったと思いました。ありがたや。よかった、本当によかった。みんなアジサイばっかり目を取られて、本殿にあんまりお参りに行かない。アジサイ寺を後にし、入道崎へ、駐車場の前には、食事処やお土産物屋さんの列。お腹も空いていたので何を食べるか考える。今回は刺身定食にした。サザエがいつもは2個500円らしいが、3個500円だったので注文。サザエ美味しかったです。今年はサザエが豊漁なんだそうだ。タイは不漁とのこと。刺身定食、大変美味しゅうございました。だだっ広い芝生、気持ちいい。北緯40度線モニュメント。
入道先東大、今は老朽化のために登れないんだって、補修工事するそうだ、残念。海までは結構切り立った崖があります。落ちたら大怪我しそう。崖。船越英一郎が犯人を説得中、嘘。崖。海が綺麗だわ。30分ほどお昼寝しました。気持ちよかったなぁ。海底投資船が出てるとのことで、船着き場へ行くも、その日は休みだそうだ。残念。推しの船。海は綺麗だなぁ。さて、空港に行ってレンタカー返して帰るか。あ、でもちょっとだけ時間あるな。Google マップ先生に日帰り温泉で良さそうなとこを教えてもらう。ボルダー型の湯の源泉は500年前の海水と腐食質からなるモール温泉です。泉質はまろやかで美肌効果があると言われています。ふむふむ。イソジンみたいな色で滑らかなお湯でした。そこそこお客さんはいましたが、広かったので問題なし。普段からこういう温泉銭湯に入れる人、地域が羨ましい。で、空港に近いガソリンスタンドへ急ぐ満タン返しなので、長湯しすぎて時間厳しいので高速もそこそこ飛ばす。また来るよ、バイバイ。雄物川かな？秋田平野を作った川、また会いましょう。今回の旅、美味しかったものランキング。ダントツ1位、比内地鶏親子丼。なんで親子丼2000円オーバー出さなあかんねん。関西やったら550円で食えるやんけ。すみませんでした、次元が違いました。2位、純菜。生の新鮮な純菜を食べたのは初めて。チュルチュルっとしてくにゃくにゃしてて、サンバイズにすごく合う。旬だったってのもあるわね。3位、いぶりがっこ。たくあんの燻製と侮ってはいけない。香り歯応えが素晴らしい。漬物はあんまり好きじゃないけど、いぶりがっこはめちゃくちゃうまい。あ、忘れてた。稲庭うどんはめっちゃうまかった。同列3位な。ランキングに載ってない、刺身定食、ババヘラ、ギバサ、おつまみ納豆、手作り豆腐、煮てこサイダー、安藤さんのとこのだし、もうまかった。いい天気の秋田の名所巡り、本当に楽しかった。実況すれに来てくれた人が、色々教えてくれたのも本当にありがたかった。アジサイ寺とか新山神社とか、おかげで充実した旅になりました。ありがとうございます。前に述べた通り、次ははたはた、きりたんぽ鍋のうまい季節にお邪魔したく思います。ありがとうございました。